コメント来てたんだね。そうなのよ。最初はいつもと同じくらいだったんだけど、途中から勢いがすごくて追うのに苦労したわ。こうやって読んでいると、私たちの配信を初めて見てくれた人も結構いたみたいね。そうみたいね。アイリってキューティーやめてから全然テレビに出ないなと思ってたけど、こんなところで活動してたんだな。しずくちゃんとはるかちゃん懐かしい。アイドルオタやってた時のこと思い出しちゃった。チャンネル登録しますですって。嬉しいわね。みのりへのコメントもたくさんついてるよ。ナイスファイトとか、この子を初めて見たけど一生懸命でいいなとか。恐縮です。それに、見て。もう配信は止めているのに、コメントをしながら待ってくれてる人もいるみたい。このまま2時間待つって言ってる人もいるわよ。すごいね。ほぼ24時間っていう長い配信なのに、全部リアルタイムで見ようとしてくれてる人もいるみたいだし。特訓も大事だけど、見てくれてる人のためにその熱量に負けないものを配信しなくちゃね。この後も頑張りましょう。みんな気合十分ね。それじゃあそろそろ休憩も終わりにして次の特訓に行きましょうか。でもまだ休憩に入ったばっかりだよね。それに配信再開も2時間後の予定のはずでしょ。もうみんな大事なことを忘れてるんじゃない？新曲のダンス特訓はファンのみんなが見ていない今しかできないでしょ。そっか、新曲はまだみんなに内緒だもんね。せっかくなら録画してみたらどうかな。その方が客観的に見れそうだし。いいわね、そうしましょう。う。それじゃあみくちゃんたちにはお客さんの役をお願いしようかしら。わかった。ノリノリでも見上げちゃうよ。何か気づいたことがあったら言うね。みんな頑張って。失敗しないように頑張るぞ。ミュージックお願いします。しずく、少しポジションがずれてるわ。立ち位置が変わるときは注意して。次、この曲の振りで一番難しいターンのところだね。ここ苦手なんだよね。ふらつかないように軸足に力を入れてと。いいわね。みのり、体幹安定してるわよ。やった。よし、このままいっちゃうぞ。この後、私と雫の位置が入れ替わるんだよね。この前世界でやった時は少しぶつかりそうになって危なかったけど。このアイコンタクト、スイカ割りの時の。それなら。いいじゃない。2人の入れ替わり、すごく自然で滑らかよ。みんな特訓の成果が出てる。すごいな。ってサビの入りちょっと遅れちゃった。ダメだね。焦ってないでしっかり持ち直さないと。今のはるかちゃんの手の動きすっごく綺麗。私もああいう動きできるようになりたいな。ワンマンまでに頑張らなくちゃ。みんなすっごく良かったの？本当？この前世界で見せてもらった時も素敵だと思ったけど、今回はさらに良くなってると思ったわ。なんだかみんなが一つになってる感じがしたよね。早速合宿の成果が出てきてるんじゃない？私もそう思ってたとこよ。もちろんまだ詰められるところはあると思うから、一度録画を確認してみましょう。そうだね。私も
自分がどう見えてるのか気になるし、みんな見える位置に寄ろうか。ええ、寄って寄って。再生するわよ。入りのところからちゃんと揃ってるわね。でも私、サビのここちょっとミスしちゃったんだよね。映像で見るとやっぱり目立つな。はるかちゃんとか手の動きがスラーってしてるのに、私のはなんか重たそうに見えるし。ああ、そこはね、太陽をつかむように手を伸ばすと綺麗に見えるようになるよ。太陽をつかむ。そう。あとは体幹を意識したり、ちょっとしたコツはいるけど、本番までにしっかり練習して調整すれば問題ないと思う。この前より上達してると思うわよ。大きなターンの時も体の軸にブレがなかったし。二人ともありがとう。でももっともっと練習頑張らなきゃ。初めてのワンマンで今みたいな失敗絶対できないもんね。そうね。本番までにもっと練度を上げていきましょう。みのりだけじゃなくて、私たちもまだ細かいところで課題はあるから、ちゃんと調整していかないとね。みのりちゃんに負けないくらい私も頑張るわ。それじゃあどうする？さっきは通したけど、少しパートを分けて細かいところを見ていく？そうね。その前に飲み物を買ってきていいかしら。持ってきてたものがなくなっちゃって。近くにカフェがあったからそこへ行こうと思うんだけど、よかったらみんなで行かない？それってトロピカルジュースが置いてあったとこ？さっき私も看板見かけて気になってたんだよね。わー、トロピカルジュース美味しそう。海に来てるって感じがしていいね。私も飲んでみたいな。それなら合宿が終わったら買っていってあげるわよ。いいの？すっごく楽しみ。それじゃあ私たちも小休憩にして、噂のトロピカルジュースとやらを買いに行きましょうか。そうだね。じゃあみんなで。あ、でもやっぱり私はまだいいかな。みんなで行ってきて。でもみのりちゃんのトロピカルジュース気になっていたんでしょ？心配しなくても、個人練習の時間はこの後ちゃんと取る予定よ。だから今一人で頑張らなくてもいいんじゃないかしら。そうだったんだ。でもやっぱり今練習やめると集中力切れちゃう気がする。だから私は後で買いに行くよ。それなら無理にとは言わないけど、みのりも少しは休憩するんだよ。ジュースは私たちが買ってくるから。いいの？ありがとう。それじゃあまた後でね。わー、海近くで見るとすごく綺麗だね。そういえばみんなからはあんまり見えなかったわよね。でも改めて見るといいわね。夏らしくて。私ここにいたら飛び込んじゃってると思うな。その気持ちはちょっとわかるかも。私たちもバナナボートで海に出たりはしたけど、泳いではないもんね。まあ強いて言えば、みのりと私だけは海に落ちたから泳いでるわね。言われてみれば。いいな。みのりちゃんとあいみちゃん。まあみのりに泳ぎを楽しむ余裕があったのかはわからないけどね。あの時のみのりちゃん頑張ってたものね。そうだね。今もきっとダンスの時言ってた反省点を練習してるんだろうし。
てないかちょっと心配だね。まあ気持ちはわかるけどね。みのりにとって初めてのワンマンが近いんだから。そっか。言われてみれば、この中でワンマンライブを経験してないのって、みのりちゃんだけなんだ。ええ、初めてっていうのはそれだけでその人にとっては一生に一度の特別なものだけど、特にアイドルをずっと目指してきたみのりにとっては本当にかけがえのない夢のステージなのよね。そうよね。ワンマンライブは新米アイドルにとって大きな目標の一つだもの。だから、これまでたくさん努力してきたみのりちゃんの思いが強いのは当然のことよね。そういえば私も初めてワンマンライブのステージに立った時は胸のドキドキがみんなに聞こえてしまうんじゃないかってくらい緊張したわ。私もそうだったな。でも、そんな中でも、私の歌とダンスで絶対お客さんを楽しませないとって気持ちはあるんだよね。すごくわかるわ。あの時の感情ってうまく言葉で言い表せないし忘れることができないわよね。懐かしいわね。あの時は目の前のワンマンライブにとにかく必死になって毎日遅くまで練習したっけ。絶対失敗できないからって全体練習が終わった後にも一人で練習したり、自分の姿を鏡で見て細かいところを調整したり。そうよね。みのりも今そういう気持ちでいるのよね。愛理ちゃん、ごめんみんな、やっぱり気になるからみのりの様子見てくるわ。